マフォンのニットで作るビッグシルエットカーディガンの作り方です。寒い冬でも春先でもふわっと羽織ればコーディネートのポイントになるカーディガン。ビッグシルエットにこだわって作ったマフォンオリジナルの型紙です。前立てにはスパンを使用しています。ポケットもつくのでとても便利です。型紙はマフォンのホームページで販売しています。概要欄にリンクがあります。フリーサイズでどんな体型の方でも着こなしやすい作りになっています。工程も多く少し難しい作品ですが、できた時の喜びはひとしおです。一つ一つの工程をゆっくり丁寧に縫い進めれば、きっと素敵なカーディガンに仕上がります。お家で自分だけのお気に入りのカーディガンを縫ってみませんか？ Let's start sewing! 用意するもの。用意するものはマフォン生地本体用 1.5 メートル、スパンフライス 0.5 メートル、型紙、ボタン4個、接着芯、ニット生地用 25cm×15 センチ程度、伸び止めテープ、こちらもニット生地用 12mm 幅、ロックミシン、直線ミシン、ニット生地用ミシン糸、ニット生地用ミシン針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、ソーイングクリップ、アイロンです。今回の作り方はロックミシンと直線ミシンを併用して作る作り方です。直線ミシンのみで作る場合、本縫い後、生地端をジグザグミシンで処理してください。ロックミシンの設定をご紹介します。スタッフが使っているのはベビーロックさんの異邦人です。こちらではいつもスタッフが使う数値をご紹介しますが、機種や生地の厚み、手加減によって最適な数値は変わります。かがり幅ダイヤルは 7.5。通常生地端をカットしながら縫うときはメス固定つまみはそのまま、生地端をカットしないで縫うときはロックにします。送り目ダイヤルは2から3に。家庭用ミシンでニット生地を縫うときは糸、針もニット生地用をご用意ください。ミシン糸はレジロンなどニット生地専用のミシン糸を使います。伸縮するニット生地に合わせて糸も伸縮し、糸切れの心配がありません。ミシン針もニット生地用を使われることをお勧めします。先が丸くなっており、ニット生地を縫うのに適しています。ミシンの押さえが調節できる機種の場合、押さえを軽くすると縫いやすくなります。伸び止めテープもニット生地用がおすすめです。ニット生地の風合いを生かし、柔らかく仕上がります。今回は幅 12mm のものを使用しました。1、裁断します。今回本体に使うのは黒木グレー配色の馬柄です。長さ 1.5 メートルの生地にこのように型紙を置けます。裾、右前立て、左前立て、袖口は生地幅125センチの柔らかスパンの上にこのように置けます。型紙を置くときは生地の縦横に気をつけましょう。ニット生地は縦横で伸縮率が大きく異なります。縦は伸びにくく、横は伸びやすいです。型紙を置くときは生地の伸びにくい縦の方と型紙に書いてある矢印が平行になるようにします。生地の耳を目安にしても大丈夫です。伸びにくい縦の方は生地の耳とも平行になるので、生地の耳に平行になるように型紙を置いても正しく型紙を置くことができます。生地の縦横方向を間違えるとせっかく作ったお洋服が着られなくなってしまいますのでご注意ください。生地の縦横方向が確認できたら裁断していきましょう。重しに使っているのはテトラウェイトです。
作り方はマフォンのブログでご紹介しています。はぎれで簡単に可愛い重しが作れるので、ぜひ作ってみてくださいね。ポケットの柄を合わせたいときは、型紙を置いて位置を確認し、正確な場所で裁断してください。スパンフライス生地も同じように縦横を確認してから裁断します。裁断時には合い印も忘れずに入れましょう。合い印というのは生地端に入れる 2、3 ミリの切り込みのことです。生地を縫い合わせる時の目安になります。すべてのパーツが裁断できました。2、伸び止めテープ接着芯を貼ります。前身頃の肩の裏に伸び止めテープ、ポケット口に接着芯を貼ります。伸び止めテープも接着芯もニット生地用がおすすめです。ニット生地の風合いを生かし柔らかく仕上がります。今回の伸び止めテープは幅 12mm のものを用意しました。前身頃の肩の裏に伸び止めテープを貼ります。ポケット口の接着芯用の型紙もあります。アイロンで接着してください。さらに今回はボタンにスナップボタンを使うため、前立てのボタン付け位置にも補強のため 2cm×2cm の接着芯を貼りました。接着芯を貼った後、前立ては外表に半分に折っておきましょう。3、ポケットをつけます。ポケット位置に印をつけます。今回は切り地付けの方法で印をつけます。中表に重ねた前身頃の上にポケット位置に切り込みを入れた型紙を置き、切り込みから下の生地をすくうようにしてしつけ糸を通します。そっと型紙を外し、2枚の生地の間のしつけ糸をカットします。次にポケット付け位置を補強しておきます。裁断時のはぎれから直径2センチほどの生地を切り抜き、裁縫上手など生地用接着剤を使い、先ほど印をつけた位置に接着します。ポケットの角は特に力がかかる部分なので、裏側から補強しておくと安心です。接着芯を貼ったポケットの上部に端ロックをかけます。作動は N です。上から3センチをアイロンで折ります。端から 2.5 センチのところを直線ミシンで縫います。ポケットの周りを1センチ折ります。出来上がりのポケットと同じサイズの型紙を用意し、厚紙を当ててアイロンをかけると形をきれいに出すことができます。切り地付けの印の位置を確認し、待ち針でポケットを留めます。待ち針を刺したままミシンをかけるのが不安な方はしつけペンが便利です。のり付けする感覚でポケットの位置を仮固定できます。直線ミシンでポケットを縫い付けます。角のカーブは慎重に生地端から同じ幅で縫えるように気をつけて縫います。最後は返し縫いして縫い終わります。前身頃にポケットが縫い付けられました。4、肩を縫います。後ろ身ごろの上に前身ごろを中表になるように置き、クリップで留めて肩の部分をロックミシンで縫います。縫い代は1センチ、作動は N です。縫えたら縫い代は後ろ身ごろ側に倒しておきます。5、袖をつけます。
肩を縫った身ごろを開いて置き、袖を中表に合わせ合い印を合わせてクリップで留めます。ロックミシンで赤線部分を縫います。縫い代は1センチです。縫うときは袖を上側にして縫います。作動は N です。反対側の袖も同じように仕上げてください。袖がつきました。6、袖下から脇を縫います。身ごろを中表に合わせ、袖下から脇を続けて縫い合わせます。脇の下の縫い代は互い違いになるように倒すと縫い代が重ならず出来上がりが綺麗です。ロックミシンで縫い合わせます。縫い代は1センチ、作動は N です。袖下から脇が縫えました。7、裾のスパン生地をつけます。裾のスパン生地を半分に折り、クリップで留めておきます。身ごろに中表になるように合わせ、クリップで留めます。脇の縫い代は後ろ身ごろ側に倒すようにします。裾のスパン生地が上になるようにセットして縫います。縫い代は1センチです。最初の1センチは作動を N で縫い、作動を2に上げて縫い進め、縫い終わりの1センチは作動を N に戻して縫います。身ごろに裾のスパン生地が縫い付けられました。8、袖口のスパン生地を縫います。袖口のスパン生地を用意します。中表に半分に折り、輪の状態にしてから赤線部分をロックミシンで縫い合わせます。縫い代は1センチです。縫えたら表に返し、出来上がりの形に整えます。縫い代が重なる部分は縫い代が互い違いになるように倒すと出来上がりがすっきりします。中表の状態の身ごろの内側に袖口を差し込むようにしてクリップで留めます。袖下の縫い代は後ろ身ごろ側に倒します。赤線部分をぐるりと一周ロックミシンで縫います。縫い代は1センチです。縫い始めは作動 N でスタート。1センチ縫ったら一旦止めて、作動を2に上げます。作動2で一周ぐるりと縫い、縫い始めまで来たら縫い始めのカラカンをカット。メスをロックにして縫い始めの縫い目に重ねて数センチ縫い、生地を90度奥側に回転させ、カラカンを出して縫い終わります。縫い終わりのカラカンはループ返しなどを使い縫い目に隠します。袖口が縫えました。反対側も同じように仕上げてください。9、前立てを縫います。左右の前立てを用意します。2枚を中表になるように重ね、背中心となる赤線部分をロックミシンで縫います。縫い代は1センチです。
左右の前立てをつなげられました。続いて裾部分を縫います。中表になるように半分に折り、クリップで留めます。赤線部分をロックミシンで縫います。縫い代は1センチです。縫えたら角を出して表に返し、形を整えます。身ごろを用意し、合い印を合わせながら前立てを合わせ、クリップで留めます。赤線部分を縫って前立てを身ごろに縫い付けますが、縫い方が変則的なためご注意ください。まず左身ごろの裾を10センチ上から縫い始め、右身ごろの裾まで縫います。裾の縫い終わり部分は生地が厚くずれやすいため、待ち針とクリップを使った留め方をご紹介します。わかりやすいように前立てを白色のスパンにして解説します。クリップで留めるときに裾スパンを5ミリずらして留めます。押さえの当たらない場所に待ち針を打ちます。この状態で縫っていくと、最後は前立て、裾スパンの裾が重なるようにして縫い終わることができます。表からは見えませんが、身ごろと裾スパンの縫い代は身ごろ側に倒します。ロックミシンの作動は縫い始めから肩までは作動 N、 肩線から肩線までは作動 1.8、 肩線から裾までは作動 N に戻して縫います。前立ての縫い合わせは生地が厚くずれやすい部分があるので、縫い代 7.5 ミリ、メスはロックして縫います。右の裾の10センチ上から作動 N で縫い始め、肩の縫い代は背中側に倒し、作動 1.8 で長さを合わせて縫います。残りの部分はまた作動 N に戻して縫います。縫っている時は見えませんが、身ごろと裾の縫い代は身ごろ側に倒して縫い進めます。最後は前立てと裾スパンの裾が重なるようにして縫い終わります。続いて縫い残した部分を縫います。今度は前立てのスパンを5ミリ出して待ち針で留めます。身ごろと裾スパンの縫い代は身ごろ側に倒します。作動は N で、先ほど縫った縫い目に数センチ重なる位置から縫い始めます。縫い終わりは先ほど5ミリ出した下側の裾の部分と前立ての部分が同じ位置で縫い終わるようにします。前立てが縫えました。前立てのスパンの裾の縫い代は直線ミシンで縫い留めます。10、ホックをつけます。前立てにホックをつけます。今回はホックを使いますが、ボタンホール仕上げにしてももちろん大丈夫です。位置を確認してつけていきます。ホックがつきました。ビッグシルエットカーディガン完成です。お気に入りの生地で作ったカーディガン、秋冬から春先まできっと長くお使いいただけます。洗濯機で洗うときは必ず洗濯用ネットに入れて洗ってください。服を裏返してネットに入れるとなお良いです。干すときは生地の縦方向、伸びにくい方に伸ばすようにして形を整えて干してください。
ご自宅で世界に一つの素敵なカーディガンを作っていただけたら嬉しいです。Happy sewing with Muffin!